はいどうも皆さん、今日はですね、マイクロコンパクト銃についてねちょっとね話していきたいと思いますけども、数週間前に、こちらスプリングフィールドのヘルキャットっていう銃を紹介しました。その際にですね自分の持ってるこのシグの P365XL これを紹介しましたけども、今日はですね実際にこの2つを、実際に比べていきたいと思います。前回こちらねヘルキャットの動画を出した時に自分のこちらの P365XL の方がリコイルをマネージしやすいって言いましたけどもね、実際にねちょっとそれを見ていきたいと思います。こちら2つの銃のバレルの長さなんですけども、こちらのスプリングフィールドヘルキャットの方が3インチ、対してこちらのシグの方が 3.7 インチ、こちらの方がちょっと長いんですね。はい、でもこちらね2つともマイクロコンパクト銃っていうカテゴリーに入ります。今回見ていきたいのはねまずリコイルの違い、そしてね距離を変えながら命中精度もねちょっと見ていきたいと思います。では行きましょう。まずはねスプリングフィールドヘルキャット5発撃ってねリコイルを見ていきたいと思います。行きましょう。次はねシグの P365XL、 これも同じく5発撃ってリコイルを見ていきます。いきましょう。5発ずつ撃ってきましたけども、撃ってる感じではやっぱりねシグの方がねスナッピーな感じが少ないんですよ。撃ちやすいと言ったら撃ちやすいですね。ただねスローモで見てもねそんなに変わりはないかなと思います。今度はね5発ねもうちょっと早くパン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 と撃ってみてね違いがあるかっていうのをちょっと見ていきましょう。ではまずヘルキャットからいきます。次はシグの P365XL で同じく5発連続でいきます。いきます。これねほんまに打った感じだけの感想ですけども、打った感じでは断然にこちらの P365XL の方がね打ちやすい。で何かって言われるとねちょっと断言できないですね。ピンポイントでなんか何がいいかっていうのは言えないんですけども、こっちの方がコントロールは絶対やりやすいですね。次はね10ヤード15ヤードに分かれてそれぞれの銃で1回、命中精度を試してみたいと思います。ではまずシグで10ヤードからいきます。その後ヘルキャット10ヤード、そしてシグで15ヤード、ヘルキャット15ヤードいきますね。では行きましょう。いいですね。ではヘルキャットで10ヤードいきます。はい、両方ともね円の中に全て収まりました。次は15ヤードでいきたいと思います。はい、15ヤードに移りました。じゃあまず先手ねシグの P365XL でいきます。白い的を狙っていきます。いきましょう。10ヤードよりも結果がいいっていうね。では同じく15ヤードヘルキャットでいきます。いきましょう。さてこの2つの結果ですけどもね、差はビビたるもんです。ただこちらの方が、グルーピングはねかなりタイトなものになってます。ヘルキャットの方がねちょっと広がってしまいましてね、こちらの方が慣れてるやないかっていうとおしまいなんですけども、確かにこっちの方が打ちやすいんです。ほんまに信じてください。次はねちょっと面白いことします。大体これぐらいの大きさのね鉄板があるんですけども、大体体に比べるとこれぐらいですね。これはね50ヤードのところに置きました。今からね50ヤードこのマイクロコンパクト銃でね50ヤード打っていきたいと思います。いきましょう。まずは自分のこのキャリーガンシグでいきたいと思います。シグ P365XL 当たるかな。50ヤードいきましょう。はい、ヒット。
ミス。お、ミスった。ミス。はい、5発中2発当たりましたね。次はヘルキャット5発いきたいと思います。いきましょう。ヒット。ミス。ミス。ミス。はい、5発中1発当たりましたね。悔しいな。もう一回挑戦しますか。さて再挑戦です。シグの P365XL 50ヤードいきましょう。2回ヘルキャットいきます。2回はい、ということでね、10発撃ってきましたけども、シグの方が4発、そして、こちらヘルキャットの方がね3発ということで、シグの方がわずかですけども勝ちました。いや、どうしても悔しい。2発っていうのがね、最低3発は当てたい。シグでもう1回、もう5発だけやらせてください。いきましょう。絶対当ててやる。イエス !5 発と命中ってことでね、はい、シグの勝ちです。次はコンシールドキャリーのドリルがありましてですね、引き抜いて3発ここで撃つんです。ここでね胴体に向けてここに当てて、撃ちます。そして、下がりながら両手でさらに3発胴体に向けて撃っていきます。そして最後3発頭ですね、こちら頭の方に撃っていくっていうドリルがあるんですけども、まずこちらヘルキャットでねそれをやっていきたいと思います。ヘルキャットの方は自分ホルスター持ってないんで、もう抜いた状態からこういう風にねローレリーからもう123123123123と、打っていくことにします。シグ P365XL の方はホルスター自分持ってますんで、ホルスターから引き抜いてこういうドリルをねやっていきたいと思います。では行きましょう。ではヘルキャットの方からいきますね。次は同様にねシグ P365XL でいきます。よいしょ。さてちょっと面白いことが起きました。こちらのドリルですけどもね、ヘルキャットの方がいい結果が出ましたね。いや、あんだけね50ヤードでしっかり当たっても、いざこうやってね命中率が下がってしまうと何も意味のないことになりますんで、はい、これはねちょっと自分の練習の足らなさを露呈してしまったってことですね。はい、自分はねコンシールドキャリーする際に必ずチェンバーに一発入れてます。この話をするとね絶対コメントでいただくんですけど、危ないとそんな危ないことするなって言われるんですけど、これはねこの銃の仕組みをしっかり理解してない方がねよくおっしゃる話なんですね。現代の銃はもうフォールセーフティーとか落としてもね、防破しないようなセーフティーとかいっぱいついて中に内蔵されてます。ですのでチェンバーに中に入れてても全く、怖いことはありません。怖いのは実際にねこのトリガーを間違って引いてしまうってことがね一番怖いんです。だからホルスターの出し入れ、これをねしっかり練習しておく必要があります。ではねこれを証明するために一発チェンバーの中に入れてね、強い刺激をね与えてみたいと思います。はい、ではチェンバーの中に一つ入れますね。入りました。これで叩きつけてね実際にこれがディスチャージするかっていうのをね見てみましょう。いきます。
大丈夫です。もうちょっと強くいきましょう。はい、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですですんで一発入れても大丈夫です。では出しますね。同じことをね今度シグでやってみたいと思います。はい、こちら自分のキャリーガンシグの P365XL ですけどもね、こちらもねチェンバーの中に一つ入れて試してみたいと思います。こちらのシグですけども、初期の 365XL の方はですね問題が結構ありました。実際にねこれを落として暴発するっていう事件が結構あったんですね。でもねもうこれ発売されてからだいぶ経って、そういう問題も直されたシグなんで、大丈夫やと思います。で同じことをやってね暴発するかデスチャージするかっていうのを見てみましょう。行きましょう。大丈夫ですね。 OK です。 OK です。はい、ということでね安心です。チェンバーの中に入れてても大丈夫です。はい、こちらヘルキャット、そしてね、シグの P365XL それぞれ売ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。最後のドリルでねこちらのヘルキャットの方はうまくいったのはおそらくね、ホルスターから抜かないですでに持ってたからグリップが良かったからだと思います。逆にこちらのシグの方はですねホルスターから抜いての発砲やったんで、グリップが甘かったんやと思います。それでね命中精度が下がってしまった。これでねよう分かったんがホルスターから抜いて練習する練習がいかに大切かということですね。はい、グリップが甘いとやっぱりね命中精度が下がるってことがこれで分かったと思います。はい、それ以外はねやっぱり距離とか打ちやすさとかで考えるとこちらのシグがね勝つと思います。はい、やはりねリコイルのコントロールがねなぜかこっちの方がしやすいんですよね。こっちの方がねなんかスナッピーな感じがすることはするんです。かといってですねこれが悪い銃かっては絶対言わないです。あんだけの距離でねあんだけの命中精度ができるんやったらもう全然使える銃ですね。もうこちらこれを選ぶかこちらを選ぶかはねほんまに個人の好き嫌いになると思います。はい、皆さんはどちらを選ぶでしょうか。ということでね、今週もありがとうございました。今週はですね、お知らせをしましたけども、これからね毎週じゃなくて、2週間ごとにね動画を出していきたいと思います。毎週出せる時は出したいと思いますけども、本当にね皆さん温かいお言葉いただき本当にありがとうございます。これからねチャンネルをどう運営していくかっていうのはねちょっと考えていきたいと思いますけども、ですんで皆さんね意見等いっぱいコメントに残していただけると本当に助かります。はい、今週もありがとうございました。コメントくださる方大好きです。では。